じゃあお名前と好きなことを教えてください。はい、お前は小梶直です。ふみとは以前行った研究会で一緒でしたね。好きなことはもう食べることと本当に料理をすることが好きですね。多分誰よりも愛してるんじゃないかと思います。でさ、今日は私のご飯に対するコスパの悩みをまずちょっと共有させてもらってから聞きたいことどんどん聞いていきたいんですけど、まずその私の食べ物感を詳しく説明すると、一人で出かけてる時にお腹が空くことあるじゃない。なんか普通に買い物してるとかちょっと散歩しに来てるっていう時に、でそういう時にお腹が減るとご飯に対するなんかコスパ感情みたいなものが発動するのね。でそういう時にどんな風に対処するかっていうと、まず最初に我慢できそうだったら家まで食べるのを我慢して、それかなんかよっぽど何か頑張った後とかだったらたまにお店に入ったりする時もある。でも基本的にはコンビニで 120g100 円のビスケットを探すか、もしくはめちゃめちゃ腹持ちの良さそうなコンビニおにぎりを1個買って、1個食べればとりあえず空腹は収まるからそれで対処するみたいな感じで、なんか一人でいる場合のご飯は本当に自分が我慢すればなんか払わなくて済むコストっていう認識がすごく強くて、でも、例えばお金がたくさんある時とかでもなんか美味しいものっていうその一瞬で過ぎ去ってしまう価値みたいなものにお金をなんかパッてかけれる感じもあんまりなくて、そうそうだからその辺がなおちゃんとは真逆かなと思ったので、その辺のお話聞きたいなと思った次第です。大きい質問になってしまうけど、なおちゃんが何かその食べるとか食べ物とかについて普段どんな見方をしてるかを聞いてもいいですか？はい、もちろん。私はなんか結局人ってなんか食べなきゃ生きられないっていう普通に生物的な原理があってっていう時において、なんかせっかく食べなきゃいけないんだったらなんかよりベターな選択をしたいっていう風に私は思うのね。だからいろいろみんな趣味持ってて、例えば音楽とかいろいろあると思うんだけど、なんか私はそのなんかこう日々のなんか抑揚みたいなものをなんか食に求めてる感じ。フラットでいい部分も多分あると思うんだけど、なんかそのフラットでいい部分ではないんだよね、なんか食が私の中ではね。でもそうだね、3食食べなくてもいいかなとは思う時はあるけど、3食食べなくてもっていうのは、3回とも無駄にせず美味しいものを食べようっていう感じじゃなくて、本当に美味しいものを食べれればみたいな。なんだろうな、例えば2食でも1食にすごいもう自分が今まで食べたいと思ってたものがあるとしたら、1食を省いてまでもそこに万全の能力をかけたいって思ってしまうんだよね。面白い。それはなんか自分が作る時もあれば、その究極の一食を求めて外に食べに行ったりもするってことだよね。そういうこと。早速その人は食べないと生きられないみたいなのがあったと思うんだけど、それこそ私も3食食べなくていいんじゃねみたいなのが思ってた時があって、でもそれは、昼飯抜いても人間は生きられるみたいな、本当にそういうところ、朝と夜だけ栄養のあってお腹が満たせるものを食べれば別に昼抜いても死なないし、とか、わかる。そういう感じで、でもそういう考え方って一回やるとなんかもう簡単にエスカレートするのね。多分究極的に言えばさ、その1週間食べなくても人間多分死なないじゃん、水さえ飲んでれば。そういうことを言い出すと、何私みたいな、私って何の生き物みたいな、それこそなんかさ、砂漠に生えてる植物とかもその1年に1回の水で生きてられる植物とかあるわけですよ。わかる。そうだね。それと一緒じゃねってなんかだんだん思ってきて、なんか、人間として生きる上で食べなくても死なないからみたいな考え方するのって、もしかして
ちょっと不健康なのかなって思ってきてて、だからそのなんだろう、なおちゃんの生きることと食べることにまつわるなんか考え方とかも聞けたらいいなって思ったんだけど、なるほどね。なんかなんか生きると食べるっていう点においては、私はなんか確かにそのエネルギー摂取っていうのもあると思うんだけど、そこを食に求めてるっていうよりかは、なんかそこで起きる、会話とか本当なんかよく言われると思うけど、なんかコミュニケーションとか、あとは、発見、自分の中の発見、例えば味でこんな味でやったことないみたいなやつとか、なんだろうな、結構さウェブとかでさこう新しい情報を取りに行ったりするじゃん、みんな普通になんかディグっているというか対して、なんかそれを食でやってる感じが、その生きると食べるっていう点においてはなんか毎回情報摂取プラスなんかそこで起きる会話を楽しんでる感じ。情報摂取でもあるのはすごくなんか面白い。考えたことない、そんなこと。なんだろう、人間として何かその知的好奇心がないとなんか人間風でないみたいなのは分かるから、私もその食に向くわけじゃないけど、そういうフィールドがやっぱ他にあってっていうところで、もうこの好奇心が止まってしまったら多分自分は自分じゃないみたいなのがあるから、そういうところで言ったらなおちゃんみたいにそこまでやっぱ一生懸命なれるわけだなっていうのはなんか納得したかも。そうだね、なんか分野の情熱の向け方の違いだよね、多分ね。いやだから私は割と本当になんか、美味しくて楽しいんだと思ってたの。ああね、そうなるほどね。そう美味しくて幸せで、その幸せを何回も繰り返したくて、でこういう味もあるああいう味もあるっていうのが純粋に楽しいのかなって勝手に思ってたんだけど、多分そういう次元よりまたなんかもう一つレイヤーがありそうな感じだよね。そうかもしれないな。その知的好奇心みたいなところでやってる人で、例えばそのなんか食べログを見て、自分もログつけるのが趣味みたいな人とかいると思うんだけど、あれもライフワークなんだろうけど、何なんだろう、ちょっとなんか斜めに見ちゃう感じある、自分としては。いや大丈夫、私も結構斜めに見ちゃうんだよね、なんかああいうの。なんだろう、なんかそうご飯そのもののストーリーとかが好きなのか、それとも自分の言葉を練って発信することが好きなのか。なんかそれかすごい最近思うのが、結局なんか自分が感じてる味ってさ、なんか相手も同じように感じてるか分かんないじゃん。だけどなんかその時の一瞬一瞬のその自分が感じた味をこう誰かにこう共有するためのツールっていう意味において、私はこう思ったよっていうものがなんかああいう食べログとかの評価サイトのあれなのかなみたいなのは。音楽とかってさ、どう感じた方は確かに分かんないけど、なんかこう結構共有しやすいじゃん。なんか難しいね。ちょっと待って。どういうふうに説明するの？なんか例えばじゃあ料理店とかってさ、行かないとそこで味食べられないじゃん。だけど、音楽はそこにいてもここにいても聴けるじゃん。なんかそういう場所とかとその味の関係性、味というか。物理メディアだからね、ご飯って。そういうこと。それを言いたかった。なるほどな。場所に行って実際自分がこの体を動かして食べに行かないと、食べに行けないのって、多分それこそなんかドラクエみたいなちょっと気持ちもあんのか。やっぱその移動距離とかもなんかだんだんちょっと付加価値に加えられてくるじゃん。俺さ、なんか北海道最北端のラーメン屋行ったんだよみたいな。でなんかだんだんそっちの方が目的になってる人が多いかなっていう気がする。なんか私は最近すごい考えてること思ってることがあって、なんかこう結構スタンプラリーな感じ、なんか食のスタンプラリー化って勝手に一人で読んでるんだけどこうやっぱり行ったっていうことに価値を置いてるっていう感覚はすごくあって、いや全然それはなんていうの、人もそれぞれさ食に求める何かが違うからいいと思うんだけど、こんだけ時間かけてわざわざ食べに行ったのにこれだけ待たされたとか、こんな味しかしなかったと
かこんな値段したみたいなところでコストパフォーマンスで語りがちな人が多いかなっていう気がしてて、なんか、やっぱその食べるためには移動が必要でなんだけど、その移動コストも含めてそこの分の価値もご飯に回収させようとするっていう、そのなんかご飯は何も悪いことしてないじゃん。ただそこその奈良県なり北海道なりそういう遠いところにあっただけでご飯のせいじゃないのになんかご飯のせいにされるみたいな、なんかそこがちょっとなんかおかしいよなって思ってたところかもしれない。なるほどね。結構面白い。なんか私も勉強になるな確かにそうだよね。でもね、なんかそれを逆手にとってこうその場所とかっていう意味で言うと、その例えばミシュランとかよく言われる評価軸のものがあって、そのミシュランとかで有名になってるところは結構そのなんていうの、普通の最寄り駅、どこの最寄り駅からもう遠いところに作られるところが多いんだよね。だからやっぱりさ、そこに行く期待感とかを多分そこまで行かないと食べられないっていう期待感を高め、そして裏切らない味までも提供するっていうことなんだろうなっていうのはすごい思ってた。でもそれは本当に自信がないとなかなかできないでいうと、そう一般の人がやってるご飯屋さんとかに、そういうテンションを求めに行く食べロガーみたいな人たちはちょっとなんか、ちょっとなんか逆転してる感じがあるかなってもうそれこそコスパみたいなところよね。そう。いやなるほどね。そうだね。なんだろうね。そう、なんだろう。知的好奇心のフィールドにもなり得るのかもしれないって思うような、なんかご飯とかお店とかあったら試してみたいかも。なるほどね。それで言うと、自分で作ったのとなんか店で食べるものの同じようなものはできるじゃん。こう例えば餃子でもいいけどをなんか一回比較してみるみたいな。比較というか、なんかこうエッセンスを盗みに行くっていう心づもりでお店に行ってみるとかだと、なんかこう一つまたちょっと楽しみになるエッセンスがあるかもしれないね。それで言うとなんか結局ご飯ではないけどお茶入れるのはめっちゃ好きなのね。日本茶でも中国茶でも紅茶でも何でも、でなんだろう、そのさスタバとか行くとさスチーマーみたいなのあんじゃん、あるある。なんかあれやっぱなんか家でできたらいいのになって思って、ちょっとなんかそういう器具とか探したりした時もあって、なんかああいうのでもすでに美味しいじゃん。なんかそれをこう自分の手に美味しくしてみせるぜみたいななんかそういう気概というかとかはなんかこう楽しみになる要因の一つになんかなりうるかなとは思うね。なんか今それ聞いて思ったのが、なんか私とコンビニおにぎりの間になんか何の関係性もなかったなって思ったというか、なんだろう、何のインタラクションもない、ただ物と人でしかなかったというか、それは当たり前なんだけど、もうすぐ一瞬で食べれるような、なんか UI、UX になってて、そうだね。で、一瞬で消費できて、あとはもうポイってして終わりみたいな。おにぎりはおにぎりのやることやったし、私のやることやったから、はい、私たちの関係終わりみたいな。わかる感じがあったけど、でもなんだろう、例えば紅茶だったらさ、その蒸らす時間でちょっと濃さが変わったりとか、茶葉の比率いつもより多めにしてみて試してみるとかさ、そういう、ちょっとなんか働きかけができる。で紅茶側とか、紅茶側もさ、その私の働きかけによってさ出す味が変わるわけじゃん。そうだね。それってインタラクションと呼べるような気がして。本当そうだと思う。だってなんか多分これは本当に推測で過ぎないけど、紅茶側も紅茶側とかもさ、お米側とかさ、なんか食材側もさ、美味しく食べてほしいと思ってると思うのよ。いやそうよ。でもそれはひいてはあれだからね、それを生産した人
がそう思って作ってると推測されるじゃないですか。そうですそうです。だからそれをなんかこう捨てるとかっていうなんかね、なんかこうそのまま無感情で食べられるよりはなんか食べ物側も嬉しいと思ってるんじゃないかという、ちょっとなんか人間のエゴな感じはするけどいやそういう感じは、感情としてなんかあるなと思うんだよね。ね、だってさ、自分がその、コンビニおにぎりの生産者だとしてさ、なんかうつろな目した女にうつろな顔したまま食べられて、それよりはさ、やっぱさ、やったおにぎりだって言ってせっかくおにぎりだからじゃあやっぱ公園とか行っちゃおうかなみたいな、なんかおにぎりに合うようなお茶を買って、しかも最後にはデザートつけちゃおうかなみたいな、そのおにぎりに対してワクワクがあって、そこからまた派生して周りに広がるみたいな、そういうのがあった方が嬉しいに決まってるもんね。いやほんとそうだと思うよ。嬉しいと思うよっていうのも変だけどなんかそれってさ、なんか結構いただきます的な話と一緒じゃん。うわー、なんかわかる。なんかそういうところにちょっと初歩的っていうか、まあそっちの方に行っちゃうけど、でもそういうことだよね。なんかいただきますって言ってんのに無感情で、何に対していただきますって言ってんだろうみたいな。ね、いやいただきますなんて何年言ってないかなぐらいかもしれない、もしかしたら。本当？私一人で行って食べるときもやるよ。本当に？なんか心の中でもいただきますって思ってる。本当にそれすごいね。それはなんかこうワーディングとしていただきますって本当に言ってるだけみたいな感じ。なんか習慣というか。習慣。みんなが信号渡ったら渡るみたいな。右向け右ねみたいなね。そういうパターンですね。いや、結構そういうのはちゃんと思って言ってるかな。そっか、そこ全然なんか考えてなかった。今鳥肌立った。そっか、そういうことに帰結するんだな。かもね。でもなんかさ、幼稚園の時とか保育園の時とかにそういうのさ、ちゃんとこう埋め込まれてるはずなのに、なんかその埋め込みは結構意味のないって言ったらあれだけど、本当にワーニングとしてしか埋め込まれてなくなってしまうのかな、大人になったら。ね。いやでもだからその一方でなんかコンビニおにぎりみたいな即席、即消費できる UI/UX の食べ物が、まあ、生み出されるところにもやっぱなんだろう、社会背景みたいなところはそうね。まあ、コンビニ弁当とかもさ、なんかちょっと、10年ぐらい前まではやっぱどっちかっていうと避けられる存在だったというか、そのなんか社畜の食べ物みたいなで、まあ、そういうイメージ払拭するためにもやっぱイメージ改善みたいなところはするように努力してると思うんだけど、でもね、まあ、その辺のイメージも抜けてないのかもしれない。なんか自分なんか社畜の食べ物で十分みたいなのをなんか自分で思ってるようなところも多分あって、それこそさっきもよっぽどなんか頑張った日の後とかだったら一人でお店に入ることもあるって言ったんだけど、なんかどっちかっていうと自分にとって食はなんかリワードみたいな感じがしてて。なるほどね。それは何？昔から？でもさ、普段さお家で食べるじゃん。それは別になんか今日頑張って起きたからリワードみたいな感じ自分起きて頑張って偉いみたいな感じでもないよね、それは。まあ、お腹が空いてたら食べるか、もしくはやっぱその、家族が料理してくれる時の方が多いから、なんかまあ家族が料理してくれると、まあ、やっぱ多分食べていいじゃん自分。いやでも今の話で言うとだから関係性の上に結構成り立ってるじゃん、食と思うんだよね。だってコンビニのやつもさ、なんかこうお惣菜屋のおばちゃんおじちゃんが用意してくれたさやつだったらさ、多分今の親が用意してくれたっていうものと同じような食べ方すると思うんだよね。わからないけど、ちょっとこう人が作ってくれたみたいなところってさ、やっぱりこう響かない？響くのかなっていうのはすごい思ってた。まあ何事もね人は絡んでくるけど、割と人の要素が多いのが食事なのかなとはすごい今の話を聞いてて思った。